流血は日常とはいえ、それが一面に血塗られるのは異常じゃないか。いや、異常というよりは、もはや地獄である。食人を許容した死体拾いは、邪悪な儀式により自分たちの神を崇め、ついには権限したのだ。地の神の祝福を受けた連中は、人間離れした怪力であるが、それでも召喚した悪魔に比べれば可愛いものだ。荒々しくも幽霊な、しかし血に狂った暴力はまさしく地の神の従者。一目見ただけで、この世の終わりを感じさせる。私が来た。死の天使。スペースマリーン。ああ、まさか、こんな。伝説の存在だと思ってた英雄が、目の前に。荒れるカルトとのうちにして、洗うことか。面白い、貴様の時代は我が神への供物にふさわしい。いた。そんな。伝説のスペースマリーンが。うわー。え？おいマリーン死ぬな、根性見せろー。いやシークレットレベルでヘッドショット受け止めたし、体でさばいて反撃しよう思ったんだけどな。相手のぶっくらい察しとけー。我がヘルブレードはアーマーでも引き裂けるんだよー。いやまぐれだろ、シークレットレベル見ろよ、軽車両でも粉砕したぞ。現実に勝ててるだろお前、4万年銀座舐めるな。最後にお前のような、強者と戦えてよかったよ。俺はハイドスタービジョンだから、JRPG だと大活躍できるけど、ゲームだとモブ扱いのブラッドレターだから、というかせめて伝説してからええよ、新作だぞ、マジで根性入れろって。行くなー、スペースマリーン。あー、好敵手見つけたと思ったのに。ふえーん。ブラッドレターさんとこへうちに帰る。せっかく召喚させていただいたのに。まだドクロ残ってますよ。あ、君。はい。この剣を託す。我が意志と共にやらんことを。フォージエンペラーという経緯で私はスペースマリーンとなるチャンスを得て現在に。いや。パワーアーマーの解説ですよねこれ。なんでマリーンのネガティブキャンペーン話すの？ほんまどこから突っ込んだらええんや。いやだからだな。パワーアーマーを過信しないようにという。だからってひどすぎますよ。マリーンにあるまじき集体だよ。もうそんなやめる人出てきますがな。いや、しかしだな、私はレフテナント、この船の副官である。偶然に偶然が重なり、バトルシスターにマリーンを教えるという奇烈な時間ができたのだが、そもそもマリーン同士でさえこのように狩猟を行う機会は少ない。戦地から戦地、休息などない。我々には座学なんてありえないのだ。戦術を学ぶ機会は必然のみ、共に戦いブラザーたちから吸収する。これがマリーンの、いや、暗黒銀河の常識と言えるだろう。あるならば今話した事故のような昔話も往々にしてあり得てしまうのだ。いやありえちゃダメくない？無論、帝国の希望そのものがここまでダサいやられ方したら論外だが、激戦で事故はつきものであり、その中にたまたまパワーアーマーを引き裂く悪魔がいることだってある。たまたまパワーアーマー引き裂く悪魔って何ですか？ティラノだってパワーアーマーの前ではお家に帰りましたよ。エンドタイム3号はパワーアーマーがきっかけで過去と向き合えたんですよ。残念だが、下級悪魔は全てパワーアーマーを無力化するぞ。先生、下級悪魔って。したってことだよね。増量ですわな。そうだな、ケイオスマリーンが数の差を埋めるためにカルトとこれら下級悪魔を用意してくる。そんな増量がパワーアーマーを無力化するなんてさすがに。いくらなんでも持ってますよ。若いからってなめんとってーな。なら一つ一つ、そいつらにマリーンがやられた実例を教えてやろう。いや、マリーンですよ。増量にやられませんって、騙されませんよ。まずブラッドレター全員が、ヘルブレードという悪魔が用意した剣を装備している。全員がディーモンウェポン。先生、ディーモンウェポンってめちゃくちゃ強ないですか？暗黒の従者がこれらの武器を好んで使うが、幸運のディーモンウェポンの場合、折れた、壊れた例は聞いたことがなく、切れ味はアダマンチウムさえ切断し、生贄や本人の命をかければさらに強くなる。それ、全員すか？漏れなく全員だ。私が初めて出会ったマリーンは、パワーアーマーの硬さを武器にパリして仕留める戦術をとってたらしい。が、ヘルブレードの切れ味を軽んじたせいであんなことになってしまった。今の君たちのように、だ。スラーネッシュの下級悪魔、でもネットの爪も相当な切れ味がある。
こいつらもパワーアーマーを引き裂いてくるのですか？爪自体にそれほど切れ味はないが、でもネットわかる技しでな。まるでフィギュアスケートのように戦場を踊り滑走してくる。何それ鮮やか。そう、言ってしまうほど幽霊で的確に急所を狙ってくる。関節、継ぎ目、首回り、体術の達人なんて言葉じゃ足りない身のこなし。その動きの中で、アーマーの損傷部位を見抜いて本体を貫いた例まであったくらいだ。動き遅いターミネーターきつそう。実際ターミネーターがこいつにやられた例もある。ナーブルのプレイグベアラーは引き裂くほどの力はないが、ナーブルの毒は急速に金属を腐食させ、アーマーを柔らかくするものもある。プレイグベアラーの剣がこれを持ってることはないが、奴らがこれを感染症のように広め、気がつけばパワーアーマーでも遮断できず、マリーンさえも病に伏せる毒を散布させる。マリーンって毒でも捕食できる体ですよね。アーマーは放射能でさえ遮るって聞きましたけど。そうだ。それでもナーブルの毒は別格なんだ。それ以上の理解はしなくてもいい。ピンクホラーは妖術師であり、基本的には歪みの炎を飛ばして攻撃してくるが、これはアーマーでも防げる。よかった。パワーアーマーの権威がこれ以上落ちたらどうしようかと。だがラスガンの一斉走者並みに撃ってくるからさすがに耐えきれん。ラスガンの一斉走者は軽車両破壊する威力では？そうだ、集中砲火されたらマリーンでも相当きつい。そう考えるとラスガン強い。まあ近づきさえするや、こいつらはパワーアーマーの前でなすすべないんだが。何今の？ピンクホラーはブルーホラーに、ブルーホラーはブリムストーンに分裂するんだが、ブリムストーンまでなると自爆し、この爆発はパワーアーマーを変異の力でゴリ押しする。何なんですか変異の力って。ひどいのだとパワーアーマーだけが消失したとかいう話もある。いやんエッチ。もちろんその逆も。いやん回帰。以上を踏まえて、根本の悪魔にはパワーアーマーだからって過信は一切できない。これがデモニックスティートや根本の怪物、上級悪魔等になると話にならんが。まあこの辺にしておこう。ピーモンやべえ。パワーアーマー無力化するなんて。まさに悪魔の軍勢なのですね。あ、いや、パワーアーマーを無力化する兵はどの軍にもいるぞ。そもそも君が掲げてるパワーソードは、アダマンティウムを引き裂くじゃないか。そうちゃそうですけど、レアアイテムですよこれ。です。さすがに全員装備はないです。それでも帝国のパワーソードは政治将校がよく装備してるだろう。部活に敵本拠地に到達してもパワーソードが待ち構えてるなら油断はできないだろう。まあ。確かに、急須は猫を噛みますしね。で、アイルダリの中にはやはり全員パワーウェポン持ってるのがいてな。また全員ですか？ハウリングバンシーと言われる連中は、近接特化に優れたユニットなんだが、軽やかな身のこなしに、バンシーパワーウェポンを持っている。さらにバンシーマスクから発する音波兵器は一般人ならこれだけで致命傷を与え、アーマー装備のマリーンさえもひるませてしまう。つまり、デモネットがヘルブレード持って突っ込んでくるようなもんだ。ずるい、こんなんチートですせ。似たようなので、デュカーリにはインキュバスというのもいてな。例によらず素早い動きに加え、ブレイブというパワーウェポンを全員が持ち、やはりこちらの動きを阻害するブラッドストーンでかき乱してくる。エルダー連中、カジュアルに超装備すぎない？ああ、それとインキュバスのアーマーはパワーアーマーと同じ硬さのくせに軽い。反則やんか。まあ出力を上げたりとか機能はないが、アイルダリどもはもともと人類の3倍のフィジカルと思っていいからな、不要なんだろう。ずるい。この世の不平等っぷりを皇帝陛下のために滅びて。切れ味というならネクロンも相当やばいな。待ってまだあるんですか？ハイパーフェイスと言われる振動する刃なんだが。高周波武器。振動ナイフ、日本でもアニメとか出てるやつ。これは次元を超えて振動してるらしい。すみません、次元を。レベチ的な意味、比喩ですかね？いや比喩じゃなく、よくある高周波武器と違って刃先がこちらの次元に完全固定されてないんだ。そのためアーマーをすり抜けるような位相変化を起こしてだな。全わかりません。すまん、私もわからんのだ。だが相手した感じ、硬いもので防ぐのは不可能だった。触れるものは全て刃を通せる、そんな武器だったな。要するに何でも切れる刃物じゃないですか。反則だよそんなの、何のためのパワーアーマーですがな。ただストームシールドでは一応棒よ。というか受け流せたかな。触れるもの全部切るんですよね。ストームシールドだって真っ二つでは？ストームシールドはただの硬いシールドじゃなく、エネルギーフィールドを展開するんだ。そういえばそんなのありましたね。エネルギーフィールドってどんなのなんですか？衝突してきたエネルギーを分散、逃がす、というバリアでな。イメージで言うなら磁石の当局を無理やり近づけるのに近いかもしれんな。それはわかりやすいです。つまり弾かれるより逃がされると。そうだ、だからカレン中の刃も、受けることはできぬとも受け流すことはできたな。はい。じゃあストームシールドがあれば必ず防げるんですね。まあ油断はできないが、一応は、な。それでも一応なんですか？別空間に飛ばす射撃武器や意識を抜けさせる武器とかもあるから、ネクロンはキリがないんだよ。とか言って脅威と思ってたらこの通り刃を刃で防いだりと、奴らの刃のメカニズムなんぞ帝国で知ってる奴はいないだろうよ。アーマーの話戻りましょう。アーマーの無力感ばかりって悲しくなってきます。もういいのか？敵対種族の情報は知っておいた方が何かと得だぞ。十分です。マリーンのネガティブキャンペーンになりますから、乙女の理想を崩さないで。そうか。見つけたぞ、マリーンの石を継ぐ者よ。私を覚えているか？そう、お前が初めて出会ったブラック。つ
ついでだから悪魔の戦い方を教えてやる。連中は我々と繋がりたいからか、接近戦を求めてくるが、冷酷なほど打ってお断りしろ。現実化が曖昧なのをいいことに銃弾をすり抜けるが懲りずに撃てばいつかはひるむ。我が闘争は帝国のため。突き刺した剣に汚れがあるか。その魂に当然よ。まとめると、まず絶対に関わらない意思を、距離を取って全力で示すこと。異様な対応をしてくるが、絶対に俺に劇場でも腕を下すこと。可能であれば、その意思を持って徹底的に汚れを否定し圧殺せよ。欲を言えば、決め台詞でも吐いてやれば連中は満足して去っていく。こういうわけのわからん召し方も必要な世界だからな、座学は重要だと思うが。まあ、経験の方が大事と思う。頭でっかちになるよりかは。状況確認せず真っ先にマルシリークとか決まりすぎだよ。崩落の陰りを朝飯前で普通にこなしおったてこの人。こんなんが数百キロのアーマー着込んで兵器持たせてるとか何考えてるんだよ帝国さんは。女の子の前だからとか一切気にしてないよ。どういう教育受けたらこんな上司できてしまうのさ。こんな化け物からすればアーマーなんかお下がりですわ。通過過去の因縁とかなでここにいるとか味方もあるとかそういうのあるよね。ほんまそれ変な水が入った。切り上げるにはちょうどいいな。なんだやっぱり、他のアーマー引き裂く連中も教わっておきたいな。構わんが。あざっす、やっぱマリーンからの戦闘教練はいりますわ。そりゃよかった。教えるのは得意じゃないからな。こちらとしても勉強になるよ。恐れ多いっす。ドアアーマー引き裂く石の解説、後半に続きます。